今回はこのフィアット126の掃除をしていこうと思います。このフィアット引き上げてきてね、ちょっといろいろな他のことをやってたら年が明けてしまって、今もう冬になってしまいましたね。ちょっとざっと掃除していこうと思います。じゃあまずはね、ボンネットの方から見ていきましょう。まずこれはなんだ。これはなんだろう、フロアマットかなんかかな。ホイールキャップ出てきましたね。ホイールキャップが2つ。あとは、スパークプラグ出てきましたね。スパークプラグもう1本。2気筒なんで2つ分ですね。ちょっとエンジン本体スパークプラグついてるのかな。あと、これ多分なんか形的にこのヘッドライトのカバーっぽい感じがしますね。で、あとはジャッキ。もう一個ヘッドライトのカバーっぽいやつですね。あとまたオイルキャップ2つ分。4つありますね。オイルキャップ4つありました。発煙筒。昭和59年ですね。すごいな。これタイヤ、何も止まってないですね。スペアタイヤも取れました。やっと取り外せるのはこんな感じかな。でここがバッテリーの端子がありますね。ちょっと掃除機かけてきます。ざっとこんな感じでね、フロントは清掃しました。でブレーキフルードがね、もうなくなっちゃってるんですよね。でここら辺もなんか漏れたような跡があって、これの原因も探らないといけないですね。あとここにヒューズボックスがありましたね。すごくないですか、このヒューズボックス。なんだこれは。じゃあ次はエンジンルームの方清掃していきましょう。
ゃあ掃除がざっと終わりました。結構ね、ここに土が溜まってて、ここも穴開いちゃってますね。エンジンも結構錆びちゃってるんですけど、あれかな、ここに土溜まって穴開いて水がこう垂れてってこう、錆びちゃったのかな。どこにもエンジン穴開いてないといいんだけど。で、プラグ入ってますね。さっきモンネットのところにスパークプラグが置いてあったんで、入ってないのかなと思ったんだけど、ちゃんと入ってますね。エアクリ。よいしょ。エアクリ取れましたね。バッチリな。まあちょっと気持ち程度に。中は綺麗ですね。で、ここのホースがもう亀裂入っちゃってますね。で、あとはエンジンオイル見てみましょう。エンジンオイル。エンジンオイルちゃんと入ってますね。レベルは、ちゃんとオイルレベル満タンのところまで入ってますね。じゃあ次スパークプラグ見てきます。お、長えな。なんてこった。なんかね、このスパークプラグ、長くてね、こんな感じで出ちゃうんですよね。これでね、24のボックスかませたらいけそうなんで、これでやってみます。スパークプラグ、綺麗ですね。錆はあるけど、ここに錆があるぐらいで。でもさ、1000キロぐらいの速攻メーターでさ、ボンネットに中古のスパークプラグがあって、これ結構新しいっすよね。なんか不具合あって入庫してたのかな。やっぱ、1000キロ以上走ってるんじゃねえかっていう気がしますね。そしたら、反対側のスパークプラグもいけるかな。
よいしょ。こっちもまあ、綺麗な方だと思います。いや、勢い余ってスパークプラグとか開けちゃいましたけど、今日は清掃でしたね。じゃあ、清掃の続きやっていきます。で、車内はね、この天井がね、もう垂れてきちゃっていて、一回これ取ろうかな。シートとかが全然起こせないんですよね。このもう天井がここまで来ちゃってるんで。ちょっと天井取ってみます。結構綺麗に取れましたね。バサバサっすね。もう粉がすごいです。暴れと。すごくないですか、これ。昔あった灰皿に入れてた芳香剤ですよ、多分。懐かしいですね。やっと椅子を上げられましたね。で、これは、なんだろう、ウェザーストリップかな。ちょっとどこの部分かわかんないですね。ここら辺も掃除していきましょう。この赤いやつは社外品ですかね。結構ボロボロですね。この下に引いてあるやつは割と綺麗なので、これが純正品なのか、ちょっとよくわかんないですけど、下は結構綺麗ですね。後ろ側は何も引いてないですね。この赤いのはちょっと使い物にならないかな。これは、これは純正工具ですね。これでね、車内の掃除が終わりました。ざっと掃除機かけただけなんですけど、多少は綺麗になったかなっていうところですね。それでは今回は引き上げてきた Fiat126 の清掃してみたって動画でした。次回はバッテリーをつないでみて電装系が生きてるかどうかの確認と、あとは車庫に持って行ってジャッキアップして足回りの方を見ていきたいと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。